SUV テイスト強いね。ワゴンって感じがあんまりしないかな。どうかな、ちょっと自分身長172センチでこのくらい。すごいね、軽く締まる。これはいいね。でやっぱりトヨタ車っていうと嬉しいのが脇 100V のアクセサリーコンセント。毛触り気持ちいいね。この辺はケチってると思ったら全然違いましたね。毛の長いカーペットになって、これはぜひちょっと車見に来たら触ってみてって言いたくなるようなね質感です。この回り込んでるテールライト、この辺美しいね。どうもヒラリーです。今日はねクラウンエステート見に行きました。やっと出たね。本当もう1年越し待ちましたみたいなね。今3月の26だか27日、クラウンエステートを見ての第一印象はワゴンというより SUV っぽい感じが強かったです。それから高級感と実用性とアクティブなイメージ、これらみんな手に入りそうというね、そんな感じでした。クラウンシリーズを一通り見てきたの印象としては、やっぱりラゲッジスペースの印象が強かった。毛が長い内装カーペットは手触り良いですし、荷物が滑りにくそう。あと車中泊なんかでもね、良さを味わえると思います。やっぱりこのあたりが高いだけあるねって思いました。そしてそれが分かりやすそうというね。でそれによって、高級感も実用性も感じます。参考までに他のクラウン3社をさらっと出します。ラゲッジね。まずクラウンセダン。FR パッケージが基本ということで、リアシートがねすごく後ろに来てるんでしょうね。高さ感わかるかな。だいたい自分の膝ぐらいに、ラゲッジがあって、映像に残っている感じですと毛が長そうなタイプに見えますが、記憶はございません。すいません。で次がクラウンスポーツ。ハッチ開けてみます。結構ラゲッジのフロアが高いですね。そうすると後輪駆動車みたいにここ高いですね。これはすみません、ちょっとねやっぱり映ってるような感じ。それからクラウンクロスオーバー。見えにくい部分の内張り処理について自分一言口にしていました。まずね、奥行きがすごく長い。それからこれ中ね内張り内装の部分がねついているんですけれども、見えないところまでね、植毛されたような内装がついています。こういうところね。本当はこのカーペットの様子が気になって、過去のね撮っていた動画漁っていたんですけれども、ごめんなさい、ちょっとわからなかったので、気になられましたらディーラーで見比べてみてください。3月の26だか27日、ディーラーにね来ています。ということでね、ちょっと今日ひそひそ声でいきます。本当はね1台納車で来たんですけれども、これね見れるので見ていきたいなと思います。でこのお車はクラウンエステート Z2.5 ハイブリッド650万円。プライスボードですと特別塗装色とサンルーフのお題が入って651万円。元は635万円です。そして PHEV 除くとモノグレード構成、このね Z というグレード一つ、そんな構成で、あと国内の各ディーラーのクラウンエステートの割り当てはかなり少ないとのことでした。エンジンとかシステムは A25A の 2.5 ハイブリッドですね。トヨタのベーシックというか、よくある、2500のハイブリッドということですね。お値段650万円ということで、ちょっと車見させてもらいましょうか。じゃあ前から行きます。じゃあね、ちょっと離れたとこから見ようね。ヘッドライトが、ハンマーヘッド。この辺セダンとかでも見られた形状ですね。ここはなんかね、これトヨタの技術者の方に聞いたときに、デザインのためのっていうことでしたね。でシャープなヘッドライトですよね。これでどんどん薄くなる。でも邪魔なもんどんどん減らしてね、かっこよくしていくっていう流れですよね。グリルはね結構穴開いています。この辺も穴開いてて、この辺も熱の移動に使うような感じでね穴開いてますね。全部ほとんど全部穴開いてるような感じですね。ソナーの部分だけかな。下も開いてる。
結構最近にしては大きく口開くタイプなんですよね。なるほどね。じゃあちょっと脇行ってみます。ホイールね、ちょっと羽とかレスしてね。タイヤとホイール大きいね。サイズは2354521インチ。ガンメタっぽい感じだね。ていうかガンメタだね、はっきり言うとね。このねリムの部分に段差がついてるのがちょっと特徴かな。この辺ね、ちょっとコクっとね立体感が表現されています。そうだ、それ言ったらこの辺も深リムとかね、かなり逆反りじゃないですけれど、ここハブからね出てるような、ちょっと外にねオフセットが出てるような形状に見えるような感じですね。ホイールナット、このタイプはすいません、自分外したことないタイプのホイールナットだ。グロスブラックの、このフェンダーのアーチラインが入っていて、そっちまでつながってんだね。すごい。これは A、B、C、D ピラーになるのかな。前が A、B で、ここが C だとすると、ここは D ピラーの扱いだね。たくましいね。すごく大きい。でルーフレール、引っ掛けられるようになってますね。本物かな。ルーフレールに、あとシャークフィンアンテナかな。大きなリアスポイラー見たまんまだね。もう見えることしか言ってないね。じゃあ感想いきましょうか。感想はエステートってワゴンだと思っていたんですけれども、結構 SUV テイストが強いね。ちょっと引いてみてもらっていい？引いたとこから見ると、バンパー下部てかもろバンパーだね。テールゲートの下の部分が全部黒くて SUV テイスト強いね。ワゴンって感じがあんまりしないかな。どうかな。ちょっと自分身長172センチでこのぐらい。そうね。この回り込んでるテールライト、この辺美しいね。この優雅なカーブがね、ここ自分いいなと思います。しっかりね、やっぱり立派650万って感じしますよね。開けられたらちょっと開けてみますね。いた。さあどうかな。奥行き1メーターかな。ちょっと字幕入れます。でやっぱりトヨタ車っていうと嬉しいのが脇に100ボルトのアクセサリーコンセントしっかりありますね。この毛触り気持ちいいね。こういうところにやっぱ価格差って出てきますよね。この毛が、高級感ある。それから荷物を置いた時に滑りにくいのにね、こう食いつくので、そういう効果もあると思いますね。この辺はケチってると思ったら全然違いましたね。毛の長いカーペットになってますね。これはぜひちょっと車見に来たら触ってみてって言いたくなるようなね質感です。そして開けてみましょうか。じゃじゃん。こんな感じ。ここに、12ボルトバッテリーだね。指導用バッテリーだね。じゃあ閉めますね。ちょっと離れてて。はい、スイッチ押します。いいね。優雅な気分にさせてくれますね。さあフェンダーラインもいい感じ。ちょっとドア閉めた感じいきましょうか。じゃあまず期待できるのはフロントシート。まずね、窓開いています。窓開いた状態なんで軽くいきますね。すごいね。軽く閉まる。これはいいね。これはいい。これは無理か。気持ちいい。パシャーンって感じだね。この辺すごいね、ボリュームね。ドアパネルの膨らみすごい。ごめんなさい、手袋なかった。指紋つけちゃった。ここね、ドアパネルの膨らみ気持ちいいね。じゃあリアドア行きましょうか。開けます。やっぱりね、フロントよりは少し重いのかな。でもね、全然重くない。完璧に揃ってるかと言われたらそうではなくても、全然いいね。さあ、じゃあね、これでちょっと今度内装を見させていただきます。このカメラだと暗いので、別のカメラで撮った写真を映像を適線挟んでいきます。で、やっぱりこういう車に乗ると自分も立派に見えません？なんか
このパッパラパーな頭悪いヒラリーでもちょっと立派に見えちゃうようなねところはあるんじゃないかと。ちょっとビジネスマンっぽく映ってるかな。でもそういうあたりがねクラウンの特徴ですよね。ということでいきなりこれ 2.5 の、ベーシックのハイブリッドでパドルシフトついています。つまり手動でエンジンをかけることができる。これ嬉しいね。道コーナー曲がってます。トヨタのハイブリッドって通常入り口でアクセルを離すとエンジン止まります。で加速するときにエンジンかかるんですけれども、どうしてもワンテンポ遅れちゃう。で気持ちよく走れない。なのでこのパドルシフト、これポンと押して2速とかってここに出てくるとエンジンねかけっぱなしにできるんですね。エンジンかけっぱなしにしておけば、山道では普通の純ガソリン車と同じように走れたりなんかして、気分上がります。気持ちよく走れると思います。あと多分ねメーターは、いつものトヨタのねデジタルメーターだと思います。これねいろんな機能あって、使い方複雑ですけれどもいろんな情報を表示できるということで、ちょっとね映像を挟めたら挟んでおきます。シフトセレクターとか、この辺は最近のクラウンらしい感じだね。これステアリングヒーターかな。あとシートヒーター、シートベンチレーション、これシートからね、あれスイッチの触り心地滑らかさがちょっと待って、他のクラウンシリーズと違うかもしれない。いや年次改良でみんな揃ってるのかな。確かねデビュー当時のスポーツだかクロスオーバーねこんな滑らかじゃなかった気がする。音カチカチ言いませんもんね。であとチーの充電器、それから、タイプ C が2個ここに見えて、これストッパーを外せる。これねドリンクの大きさ、カップの大きさがいろいろあってもこれでね対応できるといったところですね。さあそしてやっぱりね、最近のトヨタのクラウンシリーズでいいのはこの、助手席とインパネの結合部。なんかあれねインパネが目いっぱいワイドに広がって大きさ感、高級感を出している。この辺りはね、ちょっとした素材のね質感とかじゃなくてね造形で立派ですよね。本当大きく見えます。同じぐらいのサイズのね車と比較しても、カムリとかと比較しても本当ね立派に見える。でこのエアコンの吹き出し口のあたりはワイド感強調して、でその下と上とこのあたりはラウンドして滑らかにドアまで結合している。ここね秀逸だと思うんですよね。それでドアと2分の腕を置くところも、シャンパンゴールドかなと、黒い光沢パネル。パワーシートメモリー機能付きですね。じゃあちょっとね次リアシートに行ってみます。じゃあねリアシート行ってみます。楽しみですよね。シートの様子、シートバッグ、リクライニング、座面の角度、着座姿勢、いろいろね。座る前に中ちょっと映してもらいましょうか。今日はね姪っ子の中学生が一緒に撮影手伝ってくれています。シャイなんでね映りたくはないらしいんだけれども、一応女の子だかニューハーフだか、そんな感じ。でねシートバッグ結構ね造形深いですね。造形というかそのサイドサポートが立っていますね。で足抜き足入れ、ここの隙間十分だね。20センチなんですね自分の手が。30センチぐらいこれは余裕で出たり入ったりできそうだね。じゃあちょっと入ってみますね。すいません失礼しますって感じでね。足余裕あってここ丸まってるからしっかり長さがあるけれども圧迫感ない作りしてます。この辺ね。こういうところの気配りがね上級車種って感じですね。でそうねスポーツと比べるとリクライニングもありそうなんだけどどうかな。あれないのかな。いい姿勢で座れってことかな。この状態だとちょっと立ち気味ぐらいのね感覚です。でこうやって座ってみるとクラウンのリアシートって感じだね。ちょっとお行儀悪いけれどもね。こんな感じになります。もうここまでお尻前に出して座ってこの辺ね、圧迫感ないし
ボリュームあり柔らかさいいね。であんまり深く座るときはやっぱりここの切り返しがちょっと気になるかな、ここね。なのでそんなに深くかしこまって座るんじゃなくてね、こんな感じで適当に座るのがいいね。横幅余裕ですしね。って感じです。であとね、装備としてはここに 100V の書いていい 100V の電源ソケットがあって、あとエアコンの送風口と USB ポートが2つですね。すいません。でそうねまた見つけちゃった。これセダンとかと一緒かな。パワーシートのフロントシートのね、動かすちょっとね、助手席に人が乗らずにリアシートだけ乗るっていうのが考えられる車ですから、これでね前に出して隙間を作るとかね、楽々ですよね。後ろからすぐできるし、運転席から去ってやってあげてもねいいですしね。こんな感じです。以上になります。じゃあすいません、またどうぞよろしくお願いします。間違いいっぱいの乗車選びヒラリー男爵でした。